こんにちは、村田和です。ここは大正13年に建てられた家です。至るところから雨漏りしているようです。すごいね。天窓だ。とりあえずこれ外そうか。はい。雨どいは全く機能していないようです。始めましょうね。何なんだろうな。何が起きてんだ今。ここないもんな、屋根。見えるかな。パワー入ってきそうだけどな。ここはあれやね、板金屋さんにカーで作ってもらおうか。こうも全部。あれはやらないと。あそこのカードがちょっと雨漏りするからって言われてるんだけど、そういうことじゃないんだと思うんだよな。ちゃんと直すとしたらこれ。みんなが言う。さあこの場合はどうするかなんですけど。はい。物とつながってるしな。外すと都合悪いのかな。でも外さんと直せないしさ。外したら一気にいかなあかんけど、めくってみなわからんから、やっぱりめくろっかな。これ完成図思い浮かびますか？土取って多分腐っとると思うから、木が。ヒロコマイとかタルキとかもうないと思う。土がもう落ちてるので、瓦を戻すことが多分できない。とりあえずめくって、このボンド全部切って。水上はめくらない。この辺の瓦はめくる。めくらない。ここはめくらない。ノジ貼ってルーフィング。今日はできない。まだ見てもないもん。そもそもどうしたらいいか分かってないもん。とりあえず外す。じゃあ頑張っていきましょうね。はい。まずどうする？数年前、この地域では珍しく大雪が降り、とある家のずれ落ちた瓦1枚を直しました。危険な作業でしたが、ほんの数分で終わる仕事でした。事前に伝えた代金をいただくのが申し訳ない気持ちになったのを覚えています。次に困った時は僕を頼ってくださいと1枚の名刺を渡しました。今度はそのおばあちゃんが住む本家の修理をすることになりました。名刺をずっと残しておいてくれたことがとても嬉しく、期待に応えたいと思いました。コツコツと修理を繰り返し、今に至るもうすぐ100歳になるこの家を最後に僕たちが直します。DIY などで修理した後を直すことはたまにありますが、予測ができないので解体するのに少し苦労します。なるほど。部分的に最小限に瓦をめくっていきます。お施主さんが見に来ました。どうやって直そうか今考え中です。お母さん、ここって明かり取りの窓がついとるやんね。なしにしていいよね。なしにしても昔はね、ここに2階が立っとったで暗いやろ。ほんでそれをないと困るって言われたらどうしようかなと思ったら、いいのもそこら辺浮いとらへん。もう全部折れてる。そこら辺浮いてるし折れてるし、どっかで止めますね。全部いっちゃうとあれなんで。どうせついでやからな。そうやね。またあれっていうのもあれやで。私は分からへんでね。わかりました。はい、なんとかします。そこら辺取ってもらうならなんかつけたんで。
そうやね。コーキングがすごわい。すごいコーキングや。僕こんなコーキングの量初めて見た。ちょっと器用な人やったのに。うん、何でもやらせるのよね。そんな感じ。そんな感じやね。後半ももかなり長い間雨漏りしていたような気がします。嫌やから戻そうか。嫌や。う見なかったことです。今見なかったこともしそうになって。今回の修理箇所を考えます。下地が腐ってます。春木が折れとるのかなこれ。あとこっちが隣の家になってるから下手に取るとあかん。今梅雨時期やし天窓になってます。大工工事なしで瓦屋さんに戻してもらうか、下地をやれるところまでやって直すかで30分以上考えてます。分岐点ですね。大屋根の間。板金屋さんに塞いでもらいます。僕らは下地をするだけです。作業自体はそれほど難しくはありません。難しいのはどこまでやるか。ブルーシートで雨を一時的にしのげる範囲だけ壊していきます。もうガバッと取って土取ってたくさんのコーキングで固定されています。部分的にずれ止め程度でつけることもありますが、基本的にはこのような工事は僕はしません。かえって雨漏りをすることがあるので、つけすぎは注意が必要です。瓦に限らず、最近は屋根や外壁、ベランダや窓周りなどコーキングに頼る施工が多くなりました。基本的にはコーキングがなくても雨が自然に地面まで流れる構造にするのが大切です。現在の進化でいろんな形の家が建っていますが、全ての工事関係者の理解が追いつく前に工事が進んでしまうことが一番危険だなと思います。修繕の仕事をしているとそのように思うことがよくあります。たるきの花に釘で留めてあるちょっと変わった雨どいを外していきます。これ天井やで、こうね。でも天井やろ。それ天井ですね。ベニヤ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 、ベニヤ。多分薄いやつじゃん。うん。おばあちゃんの可愛い笑い声に癒されます。あ、ごめん。抜けるかわからん。抜けるこれはこれ貼ってあるだけやもんね。今回直す範囲が決まりました。ブルーシートを貼って一度戻って必要な材料などを準備します。3本ほどたるきが腐って折れていました。新しいたるきを既存の幅、厚みに合わせて加工します。見える部分は電気カンナで仕上げていきます。軒先の一番先端に来るひろこ舞も既存と同じ幅、厚みに加工します。杉の化粧板がはまるように溝をついています。準備完了。
大正13年の屋根。復元スタート。そこに針があるんだよな。そうです。あっちまではかければいいんだな。これ横に抱かせようか。どうせ後で展示やり直しやから。たるきを針の上に乗るようにしてできるだけ奥まで差し込んでいきます。既存のたるきの寸法がバラバラでした。現場合わせで加工していきます。この丸ノコの刃のグレードは悪くはないのですが、切れ味が落ちているので刃が外に逃げてしまいます。こういう時は浅く刃を入れてガイドラインを作ってから深く落とすを繰り返しながら幅を切っていきます。ですが、いまいち切れなかったので、充電式カンナでなんとなく揃えていきます。ひろこ米を取り付けます。ビスを口に加えるより下に落としている方が多い気がします。軒裏の見える部分のみ杉の化粧板を使いますが、結局ほとんど見えないことが判明しました。でもせっかく準備したので貼っていきます。
ひろこ前の溝にこの杉の化粧板をはめ込んでいきます。降ってきたな。雨は夜からという天気予報は当たりませんでした。雨が強くなる前に急いで張っていきます。最近は針葉樹合板を屋根に張りますが、今回は無垢のヒノキの板を張ります。この屋根を全て吹き替えない限り雨漏りを完全に防ぐことはできません。なので強度のある合板よりも水に強い無垢材にしました。少し面倒ですが、合板と同じように今回は千鳥張りにしました。継ぎ手となる部分は弱いので分散させることが目的です。床や壁、天井の下地や構造材でも同じことが言えます。雨が降り出してしまったので作業を止めることができません。全然持ってきて。もういや。たるきに直接貼ってある天井材を誤って踏み抜かないようにのじ板を張り、足場ができてから細かい解体やビス止めを行いました。一度に解体できないので思うように進みませんでした。屋根の部分修理は基本的には水上までやった方が良いと思います。悩みましたが、時期と工期と予算のバランスを考えた結果、この位置からの修理にしました。葛藤はありましたが、その時の条件や状況でベストな選択は変わってくるものだと思います。隙間がなくて板やたるきを固定できません。できるだけのことはやってみます。技術というより体のサイズも影響する場面があると思います。タイミングや気持ちの余裕があるかどうかも仕事に影響することが実際にある気がします。L 型アダプターを使ってビスを打ちましたが、体勢が悪く力が入りません。ルーフィングを貼って防水します。昔はルーフィングはありませんでしたので、杉皮で防水してあります。雨が入っても土が吸収し、さらに杉皮でも防水して調湿性が良いので湿気を溜め込まずすぐに乾きます。築100年近いこの家が今もあるのはそのおかげなのかもしれませんね。急な雨の中、なんとか応急的な処置はできました。この天窓も修理が必要です。雨が入っています。勾配の取れていない雨どいも直さなければいけません。この波板も下地から交換する必要があります。
疲れ様です。まずは瓦屋さんに行きましょう。